さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、3-in-1 AMD タブレットパソコン、ミミズフォーラムの V3 になります。ああ、だからオープニングで。何のことですか？で、今回のこちらの V3 なんですが、パソコンとしてはもちろん、タブレットとしても使えて、さらにモバイルモニターとしても使えるんですよね。だから 3-in-1 なのね。で、今回レビューするんですが、珍しく1ヶ月メインパソコンとして使ってみたので、実際に1ヶ月使ってみて良かった点、悪かった点などもレビューできればなと思います。それは確かに珍しいわね。ということで早速本編に行きましょう。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。それではまずこの V3 の販売ページから見ていきましょう。販売の種類は US 配列キーボードとJIS 配列キーボードのモデルがあります。価格は US 配列キーボードが動画編集時点で16万6980円。JIS 配列キーボードのメモリ 32GB モデルも16万6980円。JIS 配列キーボードのメモリ 16GB モデルは13万5980円となっています。こういったタブレットパソコンは後からメモリの増設などが難しいのでもし購入するのであれば 32GB モデルの方が良いかと思います。今回のレビューではこちらの商品をいただきました。そこから下はこのタブレットパソコンの特徴が書かれています。まず特徴として、14インチ液晶モニター、AMD Ryzen 7 8840U、メモリ 32GB タスストレージ 1TB、立体音響4スピーカーと書かれています。まずモニターですが、2.5K の 165Hz のモニターになっています。なのでゲーミングモニターとしても使用することは可能ですが、14インチなのでメインモニターとして使うにはちょっと小さいです。ただモニターとしてはかなり綺麗なので、映像を見るにも特に不満はありませんでした。続いて CPU、こちらは AMD Ryzen 7 8840U が搭載されています。スペックはこのようになっており、全4アーキテクチャで8コア16スレッド、クロックは 3.3GHz から 5.1GHz、L2 キャッシュは 8MB、L3 キャッシュは 16MB、対応メモリは DDR5 5600、TDP は15から 30W、内蔵 GPU は AMD Radeon 780M が搭載されております。他にはストレージが 1TB と立体音響4スピーカー。さらに Ryzen AI、4096レベル、圧力感度、V-Link、デュアルスマートファン、デュアル USB4 ポートなどの特徴があるみたいです。V3 での Ryzen AI の特徴としては、マイクロソフトセキュリティレベル3の AI Windows みたいで、Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams などのよく使うアプリも効率化されており、マイクロソフト365個パイロットもサポートしています。V3 は消費電力が 28W で性能を発揮と書かれています。実際に使用してみて確かに省電力でそれなりにパフォーマンスは出せるんですが、ゲームに関しては色々と厳しい部分もあるかなと思います。その辺は後ほど説明します。モニターについても書かれており、解像度は 2560×1600 の 165Hz、16対10の比率で 100% P3 の光色域となっています。P3 の光色域？光色域 P3 とはデジタル映像や画像の色再現に関する規格で、従来の sRGB よりも色の範囲が広く、より多くの色を表示できます。その結果、映像や写真の色がより鮮やかでリアルに見えるようになります。これが光色域 P3 という規格です。まあ簡単に言えば、今までよりも綺麗に見えるよ、って感じですかね。そして薄い、軽量と書かれています。外装はマグネシウム合金製でできていて、確かに耐食性や熱伝導などには有効です。で、どのぐらい薄くて軽いのかというと、厚さが 9.8mm で重さが 930g となっています。薄さは確かに薄いなと思うのですが、重さの方がですね、確かに 1kg は切っているから軽いような気もして、この1ヶ月出かける時にリュックに入れて移動してたんですが、やはりなんだかんだで 1kg 近くあると重く感じてしまいますね。この辺は普段どういう使い方をしてるかっていうのもありますが、私はちょっと持ち運ぶにはもう少し軽くして欲しかったなといった感想です。それでは実物を見ていきましょう。シュラララ。それでは開封をしていきましょう。外箱は真っ白で綺麗な外箱です。開けると本体と紙がすぐ出てきます。とりあえず本体は後ほどで下にある付属品から見ていきましょう。で、こちらの下の箱なんですが取れるのかと思ったら取れないんですよね。なんで箱と一体になっているのかわかりませんがここはここで独立してくれてた方が良かった気がします。開けるとまずは説明書。いつものように多言語化された紙ですね。続いて電源アダプターになります。こちらは 65W 出力の USB Type-C AC アダプタで小型で 90g ぐらいの持ち運びに便利なアダプターです。ただ USB-C の1スロットしかないので他に USB-C の電源アダプターがあればそれでも問題はありません。ちゃんと PSE マークも入っていました。あとは USB-C ケーブルが入っていました。本体の箱に入っていたのは以上になります。アダプターとケーブルだけ。
そういうことになりますね。で、本体の箱にはこれだけなんですが、これ以外にも色々と付属品がありまして。まずはこちらのタッチペンですね。こちらは本体とは別売りという形なんですが、動画編集時点で5690円で売っていました。こちらのタッチペンの性能としては、MPP2.0 プロトコルに対応し、4096レベルの筆圧をサポート。2つのショートカットボタンが付いていて、標準では株は消しゴム、上部は範囲選択となっています。タブレット上部にマグネットで装着可能ですが充電はできません。充電は USB-C での充電となり、1回の充電で最大220時間の使用が可能となっています。使用感としてはかなり書きやすく、実際にペンとして使えるなって感じでした。イラストを描いたことはないですが、イラスト入門としても使えそうな感じです。これのすごいなと思ったところは、ペンを近づけると画面上にマークが出るので、自分がどこに書きたいかなどはっきり見えるところがいいですね。ただ、私の用途的にはこのペンはあまり使いませんでした。続いてはこちら。こちらはスタンドになります。このスタンドがまたちょっと特殊となっており、本体の背面に取り付けるだけのものになっています。こちらのカバーには背面カメラ用のホールがあるので、カバーを付けたまま撮影なども可能となっています。で、このスタンドなんですが最初は本体の下側が開くようなタイプなのかなと思ったのですが、上側を折ってスタンドにするタイプでした。上側。はい、こんな感じですね。なんか、変ね。この形ってあまり馴染みがない形ですよね。で、これなんでこんな形なのかというと理由があって、本体背面上部に排気口があるんですよね。なのでそれを塞がないような設計になっているのかなと思います。ただ、閉じていても使うことは全然できるので閉じて使用しても問題はないのですが、なんかもうちょっとやりようがあったんじゃないかなと思います。あとはカバーにカメラホールがあるので、排気口の部分にも穴かメッシュのような通り道があれば閉じて使っても安心かなと思います。確かにそれはあるかもね。でも閉じて使うことなんてあるの？後ほど出てきます。続いてこちらがキーボードになります。こちらは購入する際に US 配列か JIS 配列か選べます。このキーボードは薄型でバックライトも内蔵しています。すでに使っているので多少のスレなどもあります。さらにコパイロットキーもあり、こちらからコパイロットを一発で呼び出すことができます。マグネットが付いているので簡単に取り付けもできます。バックライトはこんな感じに光るので暗いところでも作業することができます。キーストロークはキーボード自体が薄いので浅め、キーピッチは 18mm 程度となっています。タッチパッドはボタン一体型のタイプで大きさは 110×62mm。私はついついマウスを使っちゃうのでシールは付けっぱなしですがこの状態でも操作はできます。さらにまだ付属品があります。まだ本体にたどり着かないの？こちらはタブレットケースで、動画編集時点で3380円で売っています。かなりこのケース厚手なのでしっかりと保護してくれるんですが、厚手ゆえにせっかく薄い V3 を入れると結構分厚くなっちゃうんですよね。本体が薄いのにケースで台無しにしちゃってるのか。肌触りもいいし、保護性能も高いのでここで熱くなっちゃうのはもったいないところですよね。で、さらに難点なのが、このケース、タブレットしか入れられないんですよね。だってタブレットケースでしょ。そうなんですが、私はタッチパッドをうまく使えないのでマウスも外に持っていくんですよね。そういった時にパソコンとマウスとか PD 充電器とかちょっとしたものとか一緒に入れておきたいんですが、ご覧の通りマウスを入れると蓋が閉められなくなります。薄型のマウスとかだったらワンチャンいけるかもしれませんが、まあ私は持ってないので無理ですね。なのでこの V3 を外に持ち運ぶときはいつも、こんな感じのトートバッグに入れちゃいます。保護性能的にはダメなんじゃないの？そうですね、先ほどのケースと比べたらかなり弱いのですが、タブレットにはすでにキーボードと背面スタンドが付いているので、個人的にはこれで十分かなといった印象でした。これなら一緒にマウスとか入れても全然余裕なので大体いつもこんな感じで持ち歩いてます。なるほど、まあ確かにこっちの方が持ち運びやすそうね。で、最後に紹介するのがこちら。何これ？こちらは液晶の保護フィルムですね。こちらも別売りで動画編集時点で1380円で売っています。実際に貼ってみたのですが結構気泡が入りやすく、空気を入れたりしながら空気を抜いたのですが、最終的には右下にちょこっと空気穴みたいなのが残ってしまいました。押したりするとその時は抜けるのですがすぐに同じような跡が出てしまったのでもうそのまま使っています。これはあんたの貼り方のせいもありそう。それはあるかもしれませんね。では本体を見ていきましょう。やっと本体まで来たわね。シュラララ。それでは本体を見ていきましょう。まず大きさですがサイズが 318mm×213.8mm×9.8mm。重量は 930g でバッテリーサイズは 50.82Wh です。バッテリー容量については普通に使っても1日は持つレベルでした。もちろん使い方にもよるのですが半日以上は持つかなと思います。本体上面には吸気口が2箇所ついています。そして背面上部には排気口が2箇所とリアカメラがついています。こちらがカバーをしちゃうと閉じちゃう排気口ですね。ただ閉じても普通に使うことは可能です。
リアカメラは500万画素の自動フォーカス付きカメラとなっています。1ヶ月 V3 は使用したのですがカメラの出番はありませんでした。インカメラは200万画素で Windows Hello、Dual-D マイク、顔認証、ESS などに対応しています。続いて本体左側です。こちらには USB 4×2、電源ボタン、インジケーターとなっています。後ほど出しますがドッキングステーションなんかにも接続できるので便利です。続いて右側、こちらは左からイヤホンジャック、音量ボタン、SD カードリーダー、V-Link となっています。こちらの SD カードリーダーは UHS-2 に対応しています。あれ、USB Type-A はないのね。そうなんです。USB Type-A や HDMI などはないので使用したい場合はハブなどにつなげる必要があります。では起動時間も確認してみましょう。スイッチオン。ちなみにこちらはすでに1ヶ月以上使ってアップデートなども最新のものになっているタイミングになります。ということで30秒で起動してきました。このぐらいの時間であれば全然問題はなさそうですね。さらに性能検証もしていきましょう。まずはシネベンチ R23 から。結果はこちら。シネベンチ R23 でスコアがマルチが11361と11211ポイント。シングルが1669ポイント。アイドル時の温度は 44.3 度。最高温度は 63.5 と 66.3 度でした。ノート用の U 付きモデルということで、発熱も少ない割にスコアとしてはかなり十分かなと思います。シネベンチ中の音量も測定したのですが、40dB 以下とかなり静かです。40dB ってどのぐらいなの？昼間の静かな住宅地や図書館、囁き声くらいの音の大きさです。それってめちゃめちゃ静かじゃん。そうなんですよね。フルパワーで動かしても動作音に関しては全く気にしなくて良いかと思います。続いてそのままゲーム性能も見ていきましょう。FF14 ベンチマークです。解像度はフル HD で設定は左側が最高設定、右側が標準設定ノート用となっています。やはりノート用 CPU で U 付きということで FPS 的にも最高設定で30前後ぐらい。標準設定でギリギリかなといったところですね。さすがにこれだとゲームも厳しそうね。そうですね、かなり厳しいかなと思います。でも皆さんお忘れでしょうか。AMD のグラフィックといえば、あれがあるじゃないですか。あれ？そうです。AFMF2 です。2週にわたってやってたもんね。ということでこちらが最高設定での通常と AFMF2 との比較になります。映像なんですが、AFMF2 の方はキャプチャーを通すと FPS 表示ができなかったので直接画面を撮影しています。で、FPS の変動ですが、やはり AFMF2 の方が FPS は伸びてはいますがデスクトップほど大きな差はない感じですね。フレームジェンラグの数値を見ると、こちらもデスクトップパソコンの GPU に比べるとかなりラグがあるかなと思います。こちらは標準設定での比較。やはりこちらでも FPS は伸びていますね。で、実際1ヶ月これを使って思ったんですが、正直ゲームをするにはまだまだ辛いなっていうのが本音です。もちろん、めっちゃ軽いゲームならできるかもしれませんが私がやるゲームは軽いものはありませんでした。じゃあ1ヶ月ゲームしてなかったの？もちろんやってましたよ。どうやって？ GeForce Now ですね。もちろん無料版だとゲームができないので課金しましたが、これがあればネットが使える環境なら問題なくゲームができました。なので GPU 性能が低いパソコンなどでゲームをしたい場合は GeForce Now は本当おすすめだなと思いました。1ヶ月メイン機で使っていたのでその間の動画編集などもこの V3 でやってましたし、この動画も V3 で作ったのですが、特に問題はなかったですね。ただ、最近映像の素材が 4K になってきたので、その辺でちょっとプレビューがカクついたりもしますが、編集ソフトにもよりますがフル HD での編集であれば全然問題かなと思います。もちろん、タブレットパソコンなのでこのように取り外して上下に動かすと画面もそれに合わせてしっかり動いてくれます。ただ14インチと気持ち大きめなので、電車の中で見るには大きすぎる感はありますね。ではここからは1ヶ月使ってみて、あったら便利なものやどういった使い方をしていたのかもご覧いただければと思います。シュラララ。それでは V3 と一緒に使うと便利なものをご紹介します。まず一つ目なんですが、先ほどインターフェースの時に USB Type-A がないという話をしました。そうするとこういったゲーミングマウスなどを使用したいのに使用できない場合があります。ドングルを挿すところがないのね。そうなんです。最近ではドングル足す Bluetooth のゲーミングマウスも売っているのでそれを持っている方はいいのですが、こういったドングルだけの場合は使用ができません。そこで購入したのがこちら、アンカーパワーエクスパンドダイレクト 7in2 になります。こちらは Amazon で動画編集時点7190円で販売中のものです。7000円。なんですが、なんとハードオフで1500円で売っていたんですよね。
ジャンク。いや中古だったんですが7000円のものが1500円ならお買い得ですよね。で、こちら7つのポートを2つの USB-C を使って使用するもので、基本的に MacBook 用に作られたハブなんですよね。じゃあ使えないの？ところがですね実際に取り付けてみて、MacBook 用に作られているので右側につけるとハブが反対向きになってしまいます。ドングルも挿してみると、普通に使えちゃうんですね。MacBook 用とは、PD 充電や HDMI 出力もできるので外に V3 を持っていくときは大体これをつけた状態で持ち運んでました。まあ使えるならよかったわね。一本のケーブルで繋げるハブも持っているのですが、外で使う場合、ケーブルが垂れて邪魔だったりするのでこういったくっつけられるのも便利かなと思いました。続いては外から帰ってきて家で使うときですが、こんな感じでスタンドに乗せて使用しています。机に直置きでもいいのですが、サブモニターとして使うときに高さが欲しいのでこちらのスタンドも用意しました。こちらは Amazon で動画編集時点2998円の 15% オフで売っていました。で、今 USB をつなげたんですが、それがこちらのドッキングステーションになります。ユーグリーンレボドック MAX213 です。こちらは Amazon で動画編集時点49,880円の 20% オフで売っていました。高級ドッキングステーションね。こちらはサンダーボルト4用のドッキングステーションで単一出力で 8K30Hz まで対応できます。今ユーグリーンで出しているドッキングステーションでは一番最高品になるんじゃないかなと思います。今映像に出ているのは付属の電源アダプターですね。他には電源コードと、サンダーボルト4用のケーブルが付属していました。ところで V3 には USB4 しかなかったのにサンダーボルト4って使えるの？いい質問ですね。最近 USB の種類が増えすぎてよくわからなくなってきていますが、簡単に言うと USB4 の上位互換にサンダーボルト4という関係になっています。なのでサンダーボルト4用のもので USB4 は使用できるのですが、サンダーボルト4を使った時に 100% の性能が出せるものは、USB4 ではそこまでの性能は出せないといった感じになります。まあ実際にどのくらい性能が落ちるのかはわかりませんが USB4 でも十分データ転送や画面出力などできました。ということでこちらがドッキングステーション本体になります。こちらの大きさは 14.86×9.63×5.21 センチで重さは 780g。フロントは電源ボタン、USB-C3.2×1、USB-A3.2×2、SD カードスロット ×1、マイクロ SD カードスロット ×1、オーディオジャック。リアは電源、2.5G ラン ×1、USB-A3.0×2、ホスト接続、サンダーボルト 4×2、ディスプレイポート 1.4×1 の、合計13機出力のドッキングステーションになっています。縦置きにも横置きにも対応したドッキングステーションなのでデスクに応じて使えるのもいいですね。他にも便利だなと思っているのがこちら。シノロジーのバックアップハブ、B ドライブ 2TB です。こちらは Amazon で動画編集時点31,182円で売っていました。スマホとの無線同期などもできるので、撮影した後、ケーブルを繋がなくても同じ Wi-Fi 環境なら転送されるのも便利ですね。他にはこちらのモニターアームもなかなか便利です。エルゴトロンの LX モニターアームですね。Amazon セールなんかでもよく紹介している商品です。こちらは Amazon で動画編集時点23,600円で売っていました。動きもしなやかですし、使い勝手はかなり良いかなと思います。ちなみにこのモニターアームなんですが、ジャンパラで8,980円で購入しました。付属品も完備で見た目も綺麗だったので買っちゃいました。ということで簡単ではありますが、V3 と一緒に使うと便利なもの紹介でした。デスク紹介ってほどではありませんが、V3 をメインとして使うとデスク上だけで完結するのもいいですね。ということで今回は、ミニズフォーラムの 3-in-1 タブレットパソコン V3 のご紹介でした。あんた的にはどうだった？そうですね、今回は本当に1ヶ月、この V3 をメイン機として使ったんですが、一応事務用途的な使い方もできるし、動画編集もできるし、GeForce Now を使えばゲームもできるし、持ち運んで仕事をしたりもできるのでかなり便利な商品ではあるかなと思います。ただですね、私、某リンゴのタブレットを持っているのですが、持ち運ぶならこっちの方が楽だったなぁ、と思うこともしばしば。あとは普段動画編集をしているソフトが YMM4 なんですが、Windows じゃないと動かないのでそういう意味だと V3 の方が良かったなとは思います。まあ正直使い方次第なところもありますが。まあ確かにね。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん。じゃんけん。ポン。またね。